ご視聴ありがとうございます。今回は完成間近の高架化工事のご紹介です。それぞれ異なる工法と工期が伸びた理由、期間限定で見られる要塞のような駅の様子に加え、驚くほど近くにできる新駅の裏事情など、全部まとめてお届けします。ここは九州福岡を起点に運行する大手私鉄、西鉄こと西日本鉄道の起点、西鉄福岡天神駅です。西鉄は九州に路線を持つ唯一の大手私鉄で、現在は4つの路線を抱えています。ここから大牟田までを結ぶ天神大牟田線と、支線の太宰府線、天城線、そして飛び地路線の貝塚線です。今回ご紹介するのは、福岡天神駅から割と近い、特急停車駅である大橋駅と二日市駅の間にある、この辺りの区間。特急や急行で2駅の大橋駅で、普通に乗り換えます。ここに停車しているのが、2001年に登場した7000系です。天城線系統のワンマン運用が中心ですが、2両編成を2本つなげた4両で、福岡天神駅まで来ることもあります。今回ご紹介する区間の始まりは、大橋駅の次の井尻駅を過ぎたところです。鹿児島本線をオーバークロスしたところで線路が左にそれる一方、わかりやすく高架橋が続きます。左側には、工事区間でよくあるタイプの60キロの速度制限標識があります。そう、ここから先の区間では、現在高架化工事が続いているのです。高架化工事の対象は、全部で 5.2 キロ。これにより、全部で16カ所の踏切がなくなります。途中には、雑所の熊、春日原、白木原、下織の4駅があります。天神大牟田線は JR の鹿児島本線と並走しており、線路が離れていて住み分けができている区間もある一方、この辺りのように線路が接近している区間もあり、この区間では西鉄と JR の駅がおおむね対応しています。西鉄の駅のうち、春日原と下織は急行停車駅で、残りは普通列車のみの停車です。ここからそれぞれ異なる4駅の姿を現地の映像と一緒に見ていきましょう。一旦左にそれた線路は、高架橋が立ち上がったところで高架橋の下に入ります。線路が高架橋の下に潜り込む部分だけ、橋桁の間隔や構造が違うのがわかります。高架橋が完成して地上の線路が撤去されても、この部分は工事の歴史を語り継いでくれそうです。全体の 5.2 キロのうち、ここから 3.5 キロほどは、元の線路の真上に高架を設ける方式となっています。これは直上高架方式と呼ばれるもので、列車が運行している間にできる工事が限定されるので難易度は上がりますが、元の線路を架線に切り替えてから高架橋を作る方式に比べ、土地を節約することができます。この間に、雑所の熊駅に到着です。難読駅名としても有名なこの駅は、高架化区間で最初の駅です。ここから600メートルほど西には、鹿児島本線の南福岡駅があります。直上高架方式と言いつつ、駅の下り方は光も差し込んでおり、そこまで暗くはありません。ホームは全体が緩やかにカーブしており、見通しは今一つです。その上、黄色い点字ブロックに重なる太い柱や、ホームの床材はいかにも工事中といった感じです。見通しの悪いカーブの向こうから、福岡天神行きの急行が通過です。この車両は、2017年に登場した9000系。西鉄で最も新しい車両です。西鉄は天城線系統を除けば運用の制約は少なく、普通から特急まで活躍しています。そしてやはり気になるのが、あの暗くなった部分。図太い柱には、このようなゲージがあります。今私がいるのはこの辺り。ホームの奥、上り方に進みます。この待合室にも工事中の雰囲気が漂いますが、その先にご注目。ホームの屋根は一旦ここで途切れ、雨ざらしになります。そしてこの奥で、高架橋が横に張り出しているのがわかります。そう、ここから登り方が、高架線の駅ができる場所。現在の線路の、ちょうど真上ではありません。ホームの登り方だけが暗かったのは、それが理由です。真下から見上げると、線路を支える鉄骨なども合わさって重厚な雰囲気が際立ち、駅間のコンクリート製の高架橋とは一味違います。そして、ホームが狭くなる場所がここです。この先で新しいホームにつながる階段などを設置する工事が進んでおり、
ホーム幅が狭くなっているのです。それでは通行しづらいので、外側に仮設の通路を設けて補っているというわけです。周囲が囲われているため、昼間でもこの暗さ。左側では階段やエレベーターの構築が進んでおり、上の階層から降りてくるエスカレーターが概ね出来上がっています。ネットがあるので少々見づらいですが、省エネに配慮したセンサー式のタイプです。エレベーターの入り口には看板も付けられており、結構工事が進んでいることがわかります。反対側に出てきました。正面には新上りホームへと伸びる階段があります。高架のホームがずれているため、この辺りに駅舎ができるようです。ホームの部分はこの幅であまり通りたくない場所です。福岡空港を離陸した飛行機を眺めながら、下り方の出口から駅の外に出てみます。駅の目の前には踏切があり、ちょうど上下線の列車がすれ違うタイミングと重なり、歩行者が足止めされています。ここまでのカットでお分かりの通り、この駅は現在、構内で上下線のホームがつながっていません。それなりに歩行者や車の多い道路を注意深く進みます。上下のホームは色で区別され、下りホームが緑、上りホームが赤となっているほか、下りホームの運賃表には上り方面の運賃の記載がないなど、誤乗車を防ぐ対策が取られています。西鉄の看板は基本的に青を使っているだけに、色の違いが目立ちます。さらに上り線側に回り込んでみます。駅舎の外装はほとんど出来上がっており、黒をベースとした外装に、オレンジの飾り板がアクセントになっています。旧駅舎はこの辺りにあったのですが、工事に伴って移設され、上下線が分離した今の配置になりました。まだ工事中のところも多いですが、駅名の切り文字も貼り付けられています。夕日に輝く雑所の熊駅の文字がかっこいいですね。そろそろ次の駅へ行きましょう。雑所の熊を出てしばらく右カーブが続きます。カーブもそれほどきつくありませんが、工事中の区間ということもあり、速達列車も含めて速度を下げて走ります。次の春日原までは 1.5 キロ。高架化区間で最も長い駅間です。柱が邪魔で見づらいですが、途中の踏切には交通量の多いものもあり、列車が何本か通るだけで混雑します。直線区間の先にある次の春日原駅に到着です。この駅は高架化区間で唯一の島式ホーム2面4線の駅です。線路全体が高架橋で覆われているため、光が入ってこず、かなり暗い雰囲気です。上り方は割と余裕がある感じですが、下り方には仮設の駅舎につながる階段やエレベーターが集まっているため、スペースに余裕はなさそうです。ホームのすぐ先に踏切があるのは雑所の熊と同じですが、列車は低速で接近し、ギリギリまで踏切が開いています。緩急接続も可能ですが、日中の緩急接続は3駅隣の大橋駅に集約されており、追い越しや待ち合わせは行われていません。ホームの後ろ寄りへと進んでいきます。上り方では柱の周囲に空間がありましたが、下り方ではスペースを少しでも多く確保するため、柱の周囲に隙間なく床材が敷かれています。一方、目線の高さより少し上には、切断された鉄骨があります。地上の線路が撤去された後、梁が追加されてここが中2階になり、上下のホームへの動線が分離する構造になることが伺えます。そして目の前にあるのが、上り線側の仮駅舎につながる通路です。柱と黄色い線の間にはほとんど空間がなく、通行するのも大変ですが、最低限のベンチや自販機などは設置されています。ホームを貫く柱や鉄骨、高架橋の下にへばりつくように配置された通路など、要塞感満載の駅です。せっかくなので、夜の春日原駅のカットも用意しました。構内の明かりは仮設のライトだけ。急行停車駅と言いつつ、夜間は人影も少なくて寂しい感じです。下から見上げると、要塞感がより増しますね。なお、この車両は、天神大牟田線で最古参となる5000系。1975年に登場した車両ですが、すべての種別で運用入りしており、輸送力が必要な平日のラッシュを中心に、ロングシートを活かして特急運用に入ることもあります。駅舎へ向かう階段の上には、高架橋の床面の構造が異なる場所があり、ここに本節の階段が設けられるようです。そこから視線を移すと、
周囲と作りの異なる鉄骨が、宙に浮いたカゴのような形状をしているこの部分が、将来、中2階から各ホームへ向かうエレベーターが設けられる場所のようです。駅舎の方へと向かいます。高架橋の真下を通って駅舎に向かうのは、この駅だけ。通路は高架下に収めないといけないためこの高さしかなく、照明があるとはいえ、閉塞感の漂う雰囲気です。駅舎自体をここに設けることはできなかったため、駅舎は線路の両側にあります。構内にはエスカレーターこそありませんが、エレベーターは完備され、バリアフリー対応です。バス路線の集まる駅の外側には、駅の歴史を記したボードが掲示されています。1970年に完成した旧駅舎は解体されましたが、実はこの駅の旧駅舎は、九州で初めての橋上駅舎でした。この駅舎の解体に想定以上の時間がかかり、工事が遅れる原因になったそうです。一方、新駅舎の外装はまだ出来上がっていないらしく、雑所の熊との違いが目立ちます。直線区間が続いて 1.3 キロ、次の白木原に到着です。この駅の先にも踏切があるため、駅の手前から25キロに減速し、ゆっくりと入線していきます。二面二線の相対式なのは雑所の熊と同じですが、新ホームはほぼ真上にあり、柱がホームに大量に突き刺さっています。一方この駅には、5両編成の停止位置に相当する場所までしか屋根がありません。ちょうどこの場所が、高架橋のホーム幅が広がる場所です。高架橋の柱に加え、鉄骨の柱もあるため間隔が狭く、線路側の展示ブロックとは別にホームの中央にも展示ブロックがあり、直角に枝分かれしたブロックを柱の間にくまなく設けて双方をつなぐという変わった構造をしています。なお、ホームの中央付近では、雑所の熊と同じように新ホームに向かう動線を構築するため、ホーム幅が狭くなっていますが、外側に逃げる通路はありません。この駅の設備も上下で分離されており、上下線のホームを構内で移動することはできません。仮駅舎はホームの端ではなく、少々脇に離れた場所にあります。仮駅舎につながる通路からは新ホームに続く階段などが見え、高架線に切り替えるとき、ここで動線を切り替えることが想像できますね。仮駅舎の様子がこちらです。緑と赤の看板もありますが、建物の看板自体は青で、雑所の熊とは違います。そして上り線側の仮駅舎は駅の下り方にあり、対角線上になっているため、大きく回り込む必要があります。駅舎の外装は出来上がっていますが、雑所の熊が黒とオレンジだったのに対し、こちらは緑をベースに白をアクセントにした穏やかな色合いです。ここから見ると、高架線から降りてきた階段がホームの横の連絡通路を介して、下り方の仮駅舎につながっている様子がわかりますね。上り線の脇には、バス停とタクシー乗り場もあります。白木原を発車して200メートル余りの場所で、線路は高架下から外れます。ここまでとは違って、ここから先では、元の線路を移動した上で高架橋を設ける方式が採用されています。高架橋の柱の間隔も狭くなり、後方の違いがわかりますね。そして向こうに見えるのが、高架化区間で最後の駅、下織駅です。車内からでも見える、架線の横にそびえる高架駅が存在感抜群です。一方、今走っている線路のホームと駅舎は、2014年に供用が始まったもので、直上高架ではないためか、他の駅よりもしっかりした作りになっています。駅舎の内部は少し簡素ですが、やはり他の駅とは大きく違います。一方、看板の裏にはこんな装置が。列車の接近を知らせるための表示灯で、この機械自体は2013年に作られたものです。駅の外に出てみます。この駅には、春日原にすらなかったエスカレーターが、上下方向ともに設置されています。ただしこの幅なので、横に並んで乗ることはできず、土地が限られているための制約が感じられます。駅を出たところには踏切があり、車も大量に並んでいます。新駅舎は反対側の仕上げも済んでおり、駅名も夕日に輝いています。ベースは白で、車内から見ると緑色の飾り板が目立つというデザインです。また、こちら側には透明のスリット窓もあります。そして左側には、駅の入り口になるであろう場所が見えています。駅舎の中を覗くと、エレベーターもすでに設置されています。まだ工事中のところもありますが、高架に切り替わる前には完成し、
最初から本節の駅舎で営業することになりそうです。架線を用いることで高架下のスペースを空けられるのは、このような点で有利ですね。そしてこの駅の下り方で、この工事の終わりが近づいていることがわかる光景を見ることができます。そう、雑所の熊の手前にあった取り付け部分だけではなく、この工事区間の線路や架線はすでに設置済みであり、信号機が点灯するところまで工事は進んでいます。本格的に工事が始まったのが2011年。それから10年余りが経過し、当初は去年3月の高架切り替えを目指していたものの、春日原駅の工事に時間がかかり、今年8月の切り替え予定となっています。上下線の高架をまとめて建設していることや、取り付け部分の構造からも想像できますが、上下線を別々に切り替えるのではなく、同時に切り替えることになっています。今の駅舎が役目を終えるのもあと少しであり、大牟田行きの特急が夜の春日原要塞を爆走する光景が見られるのも、あと少しというわけです。高架化によって16カ所の踏切がなくなり、交通渋滞が大幅に緩和されますが、今回の工事にはもう一つの意味があります。高架駅ができる場所では、側面が覆われているために内部が暗くなっていましたが、雑所の熊と春日原の間で同じように線路が暗くなる場所があったことに気づいたでしょうか。雑所の熊で降りて線路脇を進むと、高架橋から張り出した設備が見えます。そう、雑所の熊からわずか600メートルの場所に新駅が設けられるのです。この駅の目的は、雑所の熊駅の欠点を補うことです。実は高架化区間にある4駅のうち、雑所の熊だけはバスが駅前に乗り入れていないのです。駅周辺の道路が狭く、新たにバスロータリーなどを設けることもできなかったため、天神大牟田線としては12年ぶりに新駅を作ったというわけです。駅の南側の土地には西鉄バスの車庫があり、将来はこの場所と線路の反対側に、それぞれバスロータリーが整備される予定です。この駅の外装にコストを抑えた感じが漂うのには、駅が設けられた経緯が関係しているのかもしれません。駅名は昨年12月に公募されたものの、正式決定はしておらず、難読駅名である雑所の熊の名前を取り入れるのかなどが注目されています。また、高架線に切り替わった後も、バスロータリーの整備などにはまだ時間がかかります。すべての工事が無事終わり、早く沿線の街が暮らしやすくなる日が来るといいですね。ご視聴ありがとうございました。